皆さんこんにちは、タサン島です。今日は、鶏肉のクリーム煮をご紹介したいと思います。はい、まず、鶏肉からいっていきます。まず鶏肉なんですけど、今日はもも肉と手羽元を準備しました。でもちろんもも肉だけでもいいし手羽元だけでもできるんですけど、これすごくクラシックなフレンチのフランス料理なんですけど、本来だと、向こうは骨付きで肉を売ってるので、骨付きのまま、ぶつ切りにして煮込む料理なので、やっぱり骨からうまみが出るので、うまみとかゼラチン質とかなんかそういう出汁も取れるし、なので本当は骨付きがあった方がいいんですけど、今回はこういうちょっと組み合わせにしたんですけど、どちらかだけでもできるので買いやすい肉で作ってください。もちろん鶏胸肉だけでも作れます。じゃあまずいつものように、お肉の水分は切っていきたいと思います。ちょっと今日量が多いので大きいまな板の上でやります。よいしょ。あと鶏肉の水分は臭みにもなるし、あとこの後の調理する過程でちょっと邪魔になるので、水分はしっかり切っておきます。はい。でもし油とか皮とか筋が苦手な人はここで取っておいてください。皮はあんまり切りすぎると縮んでしまうので、少し余分なところだけ取るぐらいで、私はあまり気にしないので今日はこのまま使っていきます。手羽元はこのままいけるんですが、ももだけちょっとカットするのでこういう感じになってて、この辺は嫌な人は取ってくださいね。でだいたいこっち側とこっち側に分かれてるんで、筋肉のつき方なんですけど、ここで一回カットします。はい。でここの下の部分は半分ぐらい、はい、で上の部分は厚いとことここの辺厚いですけど、ここはちょっと薄いんですよね。なのでうまくこの辺を組み合わせて、厚いとこと薄いとこを組み合わせるような感じで切っていくとバランス的には良くなるので、こうですね。ここが厚くてここが薄いので、組み合わせて厚いとこと薄いとこをセットにして、切ってあげる。こんな感じで切ります。で、これちょっと2つでもよかったけど、こんな感じで鶏もも肉の大きさによっては切り方はちょっと変えながら厚さを見て切っていってください。はい。では、塩コショウをしていきます。そう、お肉とか切るときに包丁持つ手でお肉を触っちゃうと結構お肉ってヌルヌルするので、その後にナイフでこう切ったりすると怪我しやすいんですよね。なのでナイフ使う手とお肉を触る手は常に一緒にしないようにして分けて使うといいです。その流れで塩もお肉を触る手と塩を持つ手っていう風にしてもう塩する場所を作っておく。私はこのタッパーをもう準備してあるんですけど、さっき拭き取ったついでにこのタッパーもキッチンペーパーで拭いて準備してあります。なのでもうこの流れのまま、こっちの手は綺麗なのでこっちで塩で胡椒をここでできればいいんですけど、胡椒を両手を使うタイプの胡椒なので、こうするタイプだったら今ここ胡椒してもいいと思ったんですけど、両手使うのでその場合は胡椒は片面だけでやったりしてます。でこうして
でちょっと余っちゃうんですけど、そういう場合は2段にしてやるといいですね。こうやってちょっと手を洗ったりとか拭いたりする手間っていうのも結構重なるとすごく面倒くさいというか時間を食ってしまう作業の一つなので、その辺も考えながらやると意外と効率よくできます。はい、胡椒します。で今日クリーム煮なので、まずコンソメでお肉を柔らかく煮ておいてからクリームで足して煮るんですけど、どうしてもクリームが入るのでとろみがついてないとつながりにくくなります。あとシャバシャバしすぎちゃうので、この時に粉を振っておきます。大さじそうですね2杯ぐらいですかね、全部でそのくらいでいいと思います。乗せておいて油をまずそうだ、今日ちょっと深めの鍋でこれどっちでもできるんですけど、こういうタイプでもできるしこういうタイプでもできるんですけど、こっちの鍋よりもこっちの方がちょっと焼ける面積がちょっとだけ広いので、広いんだけども高さが少しある鍋で作ると一番作りやすいです。でこっちのタイプで作る場合ももちろんできるんですけど、一気にこのお肉を焼くことができないので一度取り出してもう一回焼くみたいな形か、もしくは別にフライパンで焼き色をつけておいてこういうお鍋に入れていくっていう方法があります。今日はこの鍋で1回で焼いていけるかなと思うので、まず油をひいて大さじ1杯ぐらいです。はい、強火です。でこのさっきの、小麦粉をまぶしながら入れていきます。温度上がりきってなくても入れちゃって大丈夫です。でやっぱり皮の面が一番油がついてて鶏の味が強いところなので、皮の面を下にして皮の面をしっかり焼いてあげると、その鶏の苦手な人も臭みというか鶏の独特のこの味みたいなのは取れやすいです。今日鶏もも肉大きくてパンパンに入ってしまったので、フライパンに対していっぱい入れば入るほどやっぱり色がつきにくくなってきます。温度がやっぱり上がりにくいので。なのでちょっとそこは我慢して時々向きを変えながら、こんがり焼く必要はないんですけど薄いきつね色になるぐらいまでは色がつくように焼きます。そうすると鶏肉の周りにコーティングができるので、肉汁がこう外にどんどん逃げずに柔らかく煮上がるっていう感じです。あとその焼き色がうまみになるので、それもうまみをプラスするっていう意味でも少し軽く焼き色をつけます。で鶏肉からどんどん脂が出てきて、ここちょっと油がどんどん広がってくると思うので、鍋の側面の方にあるもしかしたら油が足りてないかなっていうところにちょっとこう油を行き渡らせながら焼いてあげると全体的にきれいに焼けていきます。香ばしい匂いがしてきたら、焼き色のサインにもなっているので、ちょっと1個ひっくり返してこのくらいの感じです。あまりガチガチに焼きすぎちゃうと今度煮込むのに
残ってしまったりするので、このくらいの薄い焼き色を全面につけていきます。では、だいたい全面に焼き色がついたら、表と裏に焼き色がついたら、一度肉は取り出して、油はちょっと使いたいので少し残しておいてください。はい、少し油残しておいて、野菜も炒めたいのでこの油で野菜を炒めていきます。野菜ですけど、香味野菜と言われる野菜を使いたいので、玉ねぎ、人参、セロリ、にんにくが、あとはネギとかも香味野菜になります。少し香りのある野菜です。今日はちょっと本格的な作り方で作ろうと思うので、この香味野菜は最後はこして口には入らないので皮付きのままで使います。で、玉ねぎだけ皮は剥きます。にんにくはそのままでもいいです。この野菜が全部ないといけないかって言ったらそんなことなくて、玉ねぎさえあれば大丈夫なので、もし全部揃わなくても玉ねぎでやってくれればいいです。にんにくあるとまた香りが膨らむので、チューブのにんにくでもいいので少し入れるとまたなんていうかな、味が立体的になるというか、ふくよかな味になります。で、当然ですけど人参とセロリが入ることによってそれぞれ香りとか味が違うので、その分味が丸くなるっていうイメージです。じゃあ今日はこれを香味野菜なので 1.5 から2センチぐらいの厚さに切って、大きいところだけ半分に切ってゴロゴロした感じで切ります。で、こういうヘタの部分も入れちゃって大丈夫です。にんにくは半割りにします。はい、皮はついたままで大丈夫です。玉ねぎも2センチ角ぐらいの感じですね。丁寧に切らなくてもいいです。はい、セロリもザクザク。で、葉っぱはザクザク切っちゃうと煮崩れてしまうので、葉っぱだけはちょっとこのように取っておいて、茎の部分だけを使います。で、このさっきの油の中に今度は野菜も少し香りが出るぐらいまでは炒めます。で、この、葉っぱの方なんですけど、もし紐を持っていれば、タコ紐持ってる人がいたらこれ縛ってあげるといいので、ハーブと一緒に、今日ちょっとタイムないんですけど、タイムとかローリエとかこういうふうに一緒にして、あと白ネギの青いところだったり、小ネギの、一番根っこがついてる部分とか、そういうのも探してあればここに入れてしまって、で一緒にこういうふうにくるくるっと包んでちょっと巻いてあげて、入れておくと無駄にならずに香り付けになります。はい、タコ紐持ってない人は大きい塊のまま入れちゃうと後でスッと取り出しやすいので、あんまり煮込むと葉っぱが崩れてボロボロしてきちゃうので、少し30分ぐらい煮たらこれだけ取ってあげると
大丈夫だと思います。野菜の方は少し汗をかいた状態というんですけど、少し、表面が水分が出てきて濡れてくるぐらいまで、ツヤっとしてくるぐらいまで炒めたら、ここにも大さじ1杯ぐらいの小麦粉を入れます。これもとろみ漬けです。なので計大さじ3杯ぐらい入るという感じです。はい。で粉をしっかり炒めてあげて、粉っぽさがなくなったら先ほどのお肉を戻します。はい。そして白ワインを100cc ぐらい入れます。ひたひたのお水を入れます。はい、全部使ってなくても大丈夫です。ひたひたになっていれば大丈夫なので広げてあげて強火にします。はい、では沸いてきたので、この今沸いてくる瞬間、一番アクがバーッと出てくるので、この沸き始めの時はちょっと注意してよく見ててください。大体でいいので、この一番最初のアクだけ取れば、あとは気にならない程度で、気になる人は取ってもらってもいいんですけど、よし、こんな感じで取れたら、先ほどのセロリの葉っぱとコンソメを一つ入れて、蓋をして、で蓋をしてから弱火にします。弱火といってもポコポコ沸いているのを確認して、はい、沸いてるぐらいの弱火、この火加減で1時間近く煮込みます。はい、長ければ長いほど柔らかくなるし、その分野菜からお肉からうまみがより出てくるので美味しくなります。でもやっぱりとはいえ普段のこの生活の中で料理をするのに1時間煮込む時間がないっていう人は30分ぐらい煮れば大丈夫です。はい、何が違うかというと、お肉の柔らかさと、スープの味の煮汁の味の出方がちょっと変わるぐらいです。はい、で、鍋によってこの煮込んでる間にひっついてしまう鍋があるんです。鍋によってとか使用年数とかによってちょっと違ってくると思うんですけど、どうしても粉を打ってから焼いたりしてるので、結構今日は量も多いので、下の面にそのお肉がずっとつきっぱなしの状態のままこういう風にポコポコ煮てると、そこだけ焦げてしまったりとかしやすいので、たまにでいいです。10分に1回ぐらいでいいので、この下を特に剥がすような感じで一回大きく混ぜてあげると、そんなにどんな鍋でもくっつくっていうことはないと思うので、たまに混ぜてあげてください。で、煮ている間に付け合わせの野菜を準備したいと思います。今日はいんげんの茹でたものと、マッシュルームのソテーと、人参のグラッセを付け合わせにします。このクリーム煮によく合う付け合わせ3種類でも別に3種類作らなくてもいいですし、あとここにもう一緒に煮ちゃうっていう方法もあるので、別の機会にそういう方法ももっと簡単な方法もご紹介できたらなと思ってます。じゃあいんげん茹でるのにお湯を沸かしておいて、じゃあいんげんはヘタの部分だけ取っておいて、これはさっと茹でるだけです。塩はしてないです。
人参もそうなんですけど、人参もインゲンもちょっと抜く部分というか、ちょっとホッとするところ、クリームには割としっかり味がつくので、煮込みなんで、なのでちょっと薄めに、塩分は薄めにしておいて、ホッとする、抜ける感じにしたいので塩は入れてないです。だいたい、太さにもよるんですけど、2、3分ぐらい。あんまり好きな人はグズグズになるまで煮てもいいですし、色目をちょっと気にするのであれば2、3分で揚げていただくといいかなと思います。今回は、同時進行で今人参のグラス作ってるんですけど、そちらの、単体の動画があるので、詳しく知りたい方はそちらをご覧ください。水を切って、水に落としちゃうと水っぽくなっちゃうので、私はこのまま広げて冷ますっていう方法で、いつもやってます。はいはい、今から、きのこのソテーを作っていくんですけども、そちらの方も詳しく説明している動画があるので、そちらをご覧ください。では、1時間ぐらい煮たので仕上げていきます。はい、よいしょ。はい、こんな感じです。蓋の種類によってはもしかしたらもっと水分があるとか、みっちり密封できる蓋だと水分がここぐらいまで抜けてないかもしれないですし、もっと隙間がある、蓋がもしあれば、少し水分の量が違ってくると思うので、とりあえずこの煮上がった時点で一旦お肉を取り出していきます。このそうですね、手羽元を入れているので、手羽元のここの、骨と、お肉がちょっと離れてくるんですね、火が入ってくると。それちょっと目安にしてもらって、はい、そのぐらいまで火が入るといいかなと思います。あと時間のない人は全然30分ぐらいで火は入ってるので、そこで取り出してもらっても構わないです。で、もも肉の方は骨がついてないので、結構柔らかくなってるので、ボロボロにならないようにちょっと気をつけて取り出してください。このセロリはもう、セロリの葉っぱはもうこの時点で取り出してしまって大丈夫です。はい、で全部取れたら、この、今のこの煮汁を一回ざるでこします。はい、そしたらにんにくとかはすっごい柔らかくなっててピューレ状になってるので、玉ねぎとかにんにくとかちょっと押しつぶせるものは押しつぶしてこすぐらいの感じで、力をこうギュッと入れながら押していきます。実際こさなくてもいいんですけど、絞り取るみたいな感じで押しつぶしながら、こう汁を全部絞るっていう感じです。はい、こんな感じでしっかり絞ったら、煮汁とお肉戻します。一度沸かして、ここにクリームを入れるんですけど、今ちょっと煮汁の量がまだ多いので少し煮詰めたいんですけど、
必ずクリームを入れる前に味見をして、クリームって結構こうミルキーな味なので入れると味がふわっとしちゃうんですね。なのでこの煮汁はしっかり煮詰めて、ソースだけで食べたら絶対しょっぱいっていうぐらいこうギュッと凝縮させておいたところにクリームを入れて、仕上げていきます。でそうすると結構そのクリーミーの中にもうまみを感じれるソースに仕上がるので、ここの味見をするっていうことはすごく重要なポイントなので、今ちょっと煮詰めていきますね。今煮上がった時点で一度味を見ておいてもいいと思います。で少し粉も売っているのでとろみも少しついてる感じですね。はい、で結構味が乗ってきてるのでもうちょっとだけ煮詰めて仕上げていきます。いいかな、そろそろいきますね。もう一回。はい、で少しですけど少し煮詰めました。でこのとろみがちゃんとついてないとやっぱりクリーム分離しやすいというか散ってしまうので、とろみをつけてそこにしっかりクリーム入れた時に絡むようにとろみがついているかを確認してください。そして味を見てもらって、はい、ここでしっかりした塩分とあとうまみが多分凝縮してるのを感じると思うので、その美味しいなってみたいな感じのコンソメみたいな感じですかね。うまみが凝縮してるっていうのをちゃんと感じてもらってからクリームを入れます。クリームはパーセンテージは何でもいいです。薄くても35とかも売ってるし、濃ければ濃いほどちょっとクリーミー重たくなる感じですかね。でクリーム入れる量も好みでいいと思います。今日はまだちょっとそうだね、すごくクリーム大好きな人は 100cc ぐらい入れてもいいし、私は今 50cc ぐらいしか入れてないんですけど、そこのクリーム加減は自分の好みで。で最終的にクリームを入れた時点でもう一度味見をして、味が薄ければ塩コショウを足して、でもし濃いなって思ったらお水を少し入れてもいいし、クリーム嫌じゃなければクリームを少し足して伸ばしてもいいと思います。はい、では盛り付けていきます。今日は、クリーム煮単体で盛り付けようと思うんですけど、よくあるのがバターライスを添えるか、フェットチーネじゃなくてタリアテッレみたいな平麺を普通に茹でてちょっとバターで絡めたようなやつを一緒に添えたりするのも美味しいです。はい、でも好きな食べ方で付け合わせでいいと思うので、まず手羽元は結構ボリュームがこう骨が入ってる分こう立てて盛ることができるので、先にももの方を2つぐらい持ってそこに手羽元を立てかけるように盛るとちょっと高さが出るので立体的に盛ることができます。こんな感じですか。はい、で、ソースたっぷりそしたらこの付け合わせをきのこは散らしてパラパラと散らして、きのここの皮の部分というか表面の部分とこう切った部分でこれとこれ表情が違うので、これちょっと意識しながらこっちに向けてみたりこっちに向けてみたり、あとこの向きが縦だったり横だったりとかっていうのをちょっと意識しながら盛ると最終的にきれいに盛り付けることができます。はい、人参の方も大小大きさがあるので、大きいのが乗っていたり小さいのが乗って
ていたり、あんまり意識して等間隔に話して均一にこうやってしまうと意外と不自然になっちゃうので、近くにあったりしてもいいので、自然な感じで。で、インゲンはちょっとこれ長さが長すぎたので、これこのまま持ってもいいかな。長くなければこのままこうベロンって感じで持っても綺麗ですけど、今日は半分に切って散らしましょうか。はい、これで鶏のクリーム煮の完成です。この料理も、パーティーの時とか、例えばクリスマスとか年末年始とか人が集まる時とかに使える料理なので、普段ちょっと手間がかかる料理なのでなかなかできないかもしれないんですけど、そういう時にぜひ作ってみてください。分量は概要欄のところに載せてあるのでぜひ作ってみてください。